皆さん、こんにちは。今日は、1995年に北朝鮮で開催された、新日本プロレスと北朝鮮のプロレス興行で起こった、レスラーと北朝鮮の様々なトラブルについて解説します。このチャンネルでは、日本で語られることのない、プロレスラーのエピソードや、プロレスに関する情報をお伝えしますので、チャンネル登録と、ベルマークの設定で、すべての通知を受け取るようにお願いいたします。今回の動画は、北朝鮮に行ったプロレスラーや関係者の証言をもとに作成しています。北朝鮮へ出発。1995年アントニオ猪木は、北朝鮮と合同で、プロレスの興行を開催しました。師匠の力道山の故郷に殿堂を作りたいということで、猪木は北朝鮮と交流を始め、パイプを作っていました。交流が進むと、北朝鮮は、ピョンヤンでプロレス興行を行うことを猪木にリクエストしました。北朝鮮を国内外にアピールするためにプロレスを利用しようと思ったのです。北朝鮮からマイケル・ジョーダンを招いてほしいというリクエストがありましたが、ジョーダンがこれを拒否したため、アントニオ猪木とかつて戦ったことのあるモハメド・アリにゲストをお願いしました。モハメド・アリは北朝鮮でも有名なボクサーでした。猪木は自身の対戦相手を探すように WCW の副社長エリック・ビショフに依頼しました。WCW はこの時代アメリカの一地方団体に過ぎず拡大を続ける WWF に対抗する策を模索していました。そのためビショフは新日本プロレスとの関係強化こそが今できる最善の策ということでこの企画に前のめりになっていました。ビショフが最初に声をかけたのはジョージ・フォアマンでした。フォアマンはモハメド・アリのライバルでしたが、カムバックして前年の94年にマイケル・モアを破り、45歳で世界チャンピオンに返り咲くという偉業を成し遂げた選手でした。しかし、フォアマンとの交渉は決裂しました。ビショフは次にハルク・ホーガン、スティングと交渉しましたが、これも決裂しました。そして、ようやく4人目のリック・フレアが OK を出しました。リック・フレアは伝説のスター、モハメド・アリと一緒に行動できることを名誉に思い、ノリノリで参加しました。この時、フレアはコリアで試合をすると聞かされていました。エリック・ビショフはコリアの前にノースをつけていませんでした。忘れていたのか、わざとだったのかはわかりません。名古屋から飛び立った北朝鮮の飛行機は、新日本プロレス、WCW、全日本女子プロレスの選手たちを乗せていました。アリとホークが意気投合。一行を乗せた飛行機は、名古屋を飛び立ち、北朝鮮に向かいました。機内は、とても暗い雰囲気でした。本当に帰ってこれるのか、選手たちは、とてもナーバスになっていました。リック・フレアも、北朝鮮が行き先と聞いて、落ち込んでいました。しかし、ここで、この空気を一変させるために立ち上がった男がいました。モハメド・アリでした。アリは、現役時代、派手な言動をすることで知られていました。彼の言葉は、人々の注目を集め、彼の様々な言葉が今も語り継がれています。そして、その言葉を力に、絶対不利と言われた試合で、何度も勝利を収めてきました。伝説の男は、機内の重い空気を一変させました。アリは、パーキンソン病の影響から、少し言葉が聞き取りづらかったのですが、大きな声で、得意のジョークを連発しました。それは、現役時代さながらの、どこかで聞いたことのあるアリのフレーズでした。レスラーたちは、偉大なプロボクサー、アリの言葉を聞いて、大喜びで爆笑しました。さらに、もう一人、レスラーが、アリのジョークに加わり、さらに場は盛り上がりました。ホークウォリアーでした。ホークも、アリのジョークに加わり、二人で面白トークを連発しました。みんなアリとホークの話に笑い転げました。ホークは、相棒のアニマルウォリアーを残し、単独で、このイベントに参加していました。この頃、ホークは、WWF の管理体制が嫌になって、WWF を離脱し、新日本プロレスに単独で参戦していたのです。相棒のアニマルは、背中を負傷し活動を休止中で、ロードウォリアーズは休眠状態でした。アリは、
すっかりホークが気に入って、ホークに同じギャグを、もう一回、やってくれとせがみ、二人を中心に、外国人レスラーたちは、楽しく北朝鮮に向かったのでした。北朝鮮でのトラブル。北朝鮮の空港に着くと、和やかだった空気が一変します。ピョンヤンに着いた途端、みんなのパスポートが取り上げられました。そして、さらに不気味さを増幅させたのが空港です。空港には、自分たち以外誰もいなかったのです。空港内はよく見ると、埃だらけで、普段から誰もこの空港を利用していないことが分かりました。あまりにもアメリカや日本の雰囲気と違うため、レスラーたちは不安に襲われました。WCW のエリック・ビショフについた北朝鮮の警備の人間は、あなたが撃たれたり逮捕されなかった、私が見た7人目のアメリカ人ですよ。と言い、微笑みました。レスラーたちは何組かに分けられてホテルに宿泊しました。ホテルに他の客はおらず、部屋もしばらく誰も泊まっていないことが明らかでした。テレビをつけてみると、3チャンネルしかなく、しょうもない放送しかやっていませんでした。スコット・ノートンはホークに会いに行きました。ノートンは腕相撲の世界チャンピオンからプロレスラーになった男で、学生時代からホークウォリアーと友達でした。腕っぷしが強く、レスラーになる前は、ホークと同じ店で用心棒をしていたこともありました。彼は、ホークの部屋に向かう途中、ずっと北朝鮮の役人がついてくるのでイライラしていました。ホークウォリアー、スコット・ノートン、クリス・ベノワと数名のレスラーたちは、ホテルのロビーにビリヤードのテーブルがあったのを思い出しました。ビリヤードをしたいと、ホテルのフロントにリクエストしました。本当にビリヤードをプレイすることを想定していなかったのか、ボールが用意されるまで2時間もかかりました。2時間待たされたレスラーたちは、イライラした状態でビリヤードをプレイしました。特に、ノートンとホークが切れかけていました。ここでトラブルが発生します。力が入ってしまったノートンが打ったビリヤードのボールがテーブルの外に飛んでいき、大理石の床に落ちて転がっていったのです。ボールは他のレスラーの横を転がっていったので、ホークは玉取ったれやと言うと、他のレスラーが取りに行きました。レスラーがボールを持って戻ってくると、なぜか北朝鮮の役人たちが3、4人訪れました。そして、えらく怒っていました。ボールが床に落ちたくらいで切れまくっている役人たちに、ノートンとホークはイラつきました。しかも、何を言っているのかわかりませんでした。そして、今までのストレスもあり、ノートンは、めんどくせえから、やっちまうかと言い、上着を脱いで、役人たちの前に立ちはだかりました。ホークは、この時、C 型肝炎にかかっていて、体調が悪かったのですが、ノートンがやるんならと、一緒に前に出ました。一触即発、乱闘になりかけたその時、英語を話せる役人が、さらに仲間を連れて駆けつけ、両者を分けました。この騒ぎが起こったため、ビリヤードは中止になり、レスラーたちは部屋に帰っていきました。スコット・ノートンは、この後、部屋からアメリカの奥さんに電話をかけました。そして、ここは最低だと言いました。すると、すぐに電話が切れました。盗聴されていたのです。ノートンは、部屋から取り調べ室に連行され、尋問を受けました。たっぷりと脅された後、部屋に戻ったノートンはフラフラになりました。アリさん切れる。北朝鮮に到着してから、しばらくして、選手たちは、前年に亡くなった初代の指導者、キム・イルソンの墓に花を手向けさせられました。これは、北朝鮮の国内向けのプロパガンダにレスラーたちを利用したというものでした。もちろん、選手たちに拒否権はありませんでした。警備する兵士たちは、みんな、銃を持っていたので、誰も怖くて意見できませんでした。しかし、あの男が動きました。キム・イルソンが祀られている記念碑の近くに到着すると、モハメド・アリは駆け出しました。そして、記念碑に続く階段を駆け足で登り始めました。周りのレスラーたちは、驚いてアリを見ました。軽いステップで頂上まで登ると、アリは、華麗なシャドーボクシングをみんなに披露しました。レスラーたちは、伝説のチャンピオンの動きにしばらく見とれていました。アリはまた、レスラーたちのどんよりした気持ちを晴れやかにしたのです。
北朝鮮の兵士たちも喜んでいました。北朝鮮では特別ゲストのモハメド・アリと猪木と戦うリック・フレアーは他のレスラーたちとは別で VIP 扱いされていました。リック・フレアーとモハメド・アリは政府の高官たちの食事会に招待されました。幹部たちと食事のテーブルを囲みました。食事が進み、少し酒が入っていたのか、北朝鮮の幹部の一人は、北朝鮮がどれほど優れているかということと、北朝鮮が日本とアメリカをどうやったらやっつけられるかを延々と語りました。リック・フレアーは、このおっさんは何を言ってるんだと思いながらも我慢して聞いていました。すると、アリは呆れた顔でこう言いました。俺たちがこのクソ野郎どもを毛嫌いするのは当然だと。それはフレアーだけに言ったのではなく、相手にも聞こえるように大きな声ではっきりと言ったのです。フレアーはその言葉に驚いて、ダメですよ。そんなこと言ったら殺されますよ。と慌ててアリを制止しましたが、アリは平気な顔をしていました。北朝鮮側は無言になり、何も言い返してきませんでした。北朝鮮の措置。試合当日、フレアーとスコット・ノートンは同じ車で会場に向かいました。レスラー2人に車1台が用意されていました。会場には15万人というすごい数の人が詰めかけていたので、長蛇の列ができていました。ノートンはフレアーに、見てよ、フレアー、すごい人数だと言うと、運転手がぽつりと言いました。そりゃ、来なけりゃ、頭を銃でぶち抜かれるんだからみんな来ますよ。フレアーとノートンは、ああ、そうなんだと言って、苦笑いしました。集められた民衆は、これから何が起こるのかも、ほとんど知らなかったし、プロレスとは、どういったもので、どう楽しむのかも分かっていませんでした。そんな北朝鮮の国民でしたが、アリは広く知られていました。アリは大歓声を集めました。また、猪木も、北朝鮮出身の力道山の弟子ということで、多くの声援を受けました。猪木がリック・フレアーと戦った2日目は、19万人が動員され、建前は、プロレス史上最多の動員記録となりました。イベントが全て終わると、北朝鮮側は、空港で、フレアーにスピーチをしてほしいと頼みました。北朝鮮がいかに素晴らしく、アメリカ外貨にダメか話してほしいと内容までリクエストしてきました。フレアーは、当たり障りのない内容を喋って、その場をやり過ごしましたが、北朝鮮で放送された内容は、見事な将軍様上げの内容に改変されていました。北朝鮮関係者は、アリにはスピーチを頼みませんでした。アリに頼めば、ボロクソにこき下ろされると思ったからです。お前らは、クソ野郎だと、目の前ではっきりと罵られた北朝鮮がアリに取った措置は、アリに余計な手出しをするな、ということだけでした。モハメド・アリ、北朝鮮も黙らせた偉大なボクサーでした。はい、ということでございまして、1995年に北朝鮮で行われた平和の祭典についてでした。モハメド・アリや今回登場したレスラーたちの思い出、こんなことを知ってるよという情報をお持ちの方は気軽にコメント欄に書き込んでくださいね。全部読んでます。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。